2021年2月16日から28日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。2月16日から28日までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらにタワーが出てきてしまったんですけれども、すべての経験は人を強くするという意味のニーチェの言葉が書かれてるんですけれども、この時とてもドラスティックな変化が訪れるって言われています。それがどれくらいドラスティックかというと、その度合いは今までどれくらい自分で変化できたかにかかってるかなって今回思ったんですけれども、というのも前回は自分から変化するとき、しかも不自由さというか閉塞感でとてもストレスが溜まってる状態の人がいるのかなって思ったので、それをいかに自分で改善して自分自身を解放できているかっていうところの度合いによって、このタワーの変化の度合いっていうのは変わってくるかなって思ったんですけれども、でもこの時起きる変化っていうのは自分らしい人生の道を開いていくために必要な変化、そしてすごくガイドされてるんですね。なので、あなたがなかなか変化しないから、こういう大きな変化が外側から働いていく。ですので、この時起きる変化っていうのは、外側から働いて、あなたがコントロールできるものではないって言われています。それでこの変化の激しさの度合いを小さくしたい方のためのアドバイスなんですけれども、というのも、すごく変化したくて、この閉塞感を誰かに壊してほしいって思ってる方もいると思うんですね。その方にとってはとても良い変化になるんですけれども、ちょっと今すごい変化が起きたら困るなっていう方の場合に、おすすめなポイントその1なんですが、まずは自分のストレスをうまく発散する。前回も申し上げたんですけれども、今の状況っていうのに、それはお仕事の状況、生活の状況っていうのに、とても大きなストレスを抱えている方がいるのかなって思いますので、今の状況でなるべく自分のストレスを発散できるような方法っていうのを探す。そしてそれを実行する。前回の動画でも何点かおすすめを申し上げましたが、もしそれがうまくいっていないっていう方の場合、今回すごく強く言われているのは食生活なんですね。生活習慣もそうなんですけれども、そういうご自身の心と体を作る基本的なことを見直してくださいって言われています。そしてポイントその2なんですけれども、こちらにワンドの7が出ておりますが、この時、すごく自分のことでいっぱいいっぱいだと思うんですね。でも、頼りになるからってよく頼まれごとをされがちだと思うんですけれども、それを今回は特に安易に引き受けないでください。それだけ自分自身のことに集中していただきたいんですね。おそらく
この時頼まれごとを引き受けてしまうと、自分のことがうまくいかなくなる。例えばそれがお仕事だった場合、自分の仕事で失敗してしまうっていうことがあるので、できればこの時は自分のことだけに集中していただきたいなと思います。そしてこういうドラスティックな変化の時っていうのは、あらゆる方にとって、それは変化を求めていた方にも、あと変化を求めていなかった方にもそうなんですけれども、自分の限界を知るチャンスなんですね。ですので、この時は前もって自分の限界を見極めておく必要がある。それぐらいギリギリのことが起きる方がいるのかなっていうふうにも思いますので、ぜひここは自分との戦い、これは全て導かれているって思って、この変化を乗り越えていただきたいなと思いました。そしてこちらにカップのナイトが出てるんですけれども、やっぱりそういう変化の後っていうのはご褒美があるんですね。とても優しくて、感受性豊かで親切な人との出会い。オールダーウーマンのカードも出てますので、こちらナイトですけれども、その方女性なのかなって思ったんですが、あなたよりも年上の女性。例えば、お仕事とかでとても困ったことが起きた時に、同僚とか上司とか年上の女性の方が助けてくれる。そしてこういう変化の時って、どちらの道に進むべきか迷ってしまうっていうこともあると思うんですけれども、このサウタビコの神様は自分の直感を信じてくださいって言ってるんですね。もしかしたらこの変化っていうのは何かを始めたかったけれども、どうしても始められなかったっていう方のためにある変化でもあると思いますし、それをあなたに始めさせるために、この大きな変化が起きている。そしてこの直感を働かせるためにも、体と心の健康って本当に大切なんですね。ですので、食生活、生活習慣、ストレス発散っていうのがとても重要になってくると思います。そしてこちらにあなた次第ですというカードも出てるんですけれども、やっぱりそのどれくらい変化して変わっていくのかっていうのも、どれだけこの風の時代のエネルギーに乗って自分らしい人生を歩んでいけるかっていうのもあなた次第って言われてるんですね。これだけ守られてるのに、そしてあなたに必要な変化が起きてるのに、それでもまだ変わろうとしないんですかっていうメッセージでもあると思います。最初にも申し上げましたが、今までどれくらい自分で変化してきたのかっていうのが、今回外側から起きる変化の度合いでわかるっていう感じですね。何か今まで自分ではすごい変化してきたつもりだとか、あともしくは自分は全く変化してきたつもりがないっていう場合でも、今回起きる外側からの変化の度合いで自分がどれだけ変わったのかがわかる。その自分の変化の試金石にもなると思います。この時期起きる大きな変化っていうのは、ある人にとってはお仕事で、ある人にとってはプライベートで、ある人にとっては両方で起きるかもしれないんですけれども、でもこのエンジェルのカードが出ているっていうこともありますが、とても守られているんですね。この守られているからこそ、この変化が起きる。ここで変化しないと時代の波に乗れない。自分らしい人生を歩んでいけない。あなたが始めたいって思っていることを始められない。この時、予期せぬ突然の変化や別れといったものが訪れてしまうかもしれないんですけれども、あなたは十分に守られている。そしてより良い方向に行くようにガイドされている。あとその変化に対応するための実力、忍耐力は十分にあるって言われていますので、ご自身の体と心の健康のために日常生活を根本的に見直していただいて、あとこの時期、ご時世柄避けている方多いと思うんですけれども、旅行や遠出は避けていただいて、まるでこの新しい自分になっていく変化の時を乗り越えていただきたいなと思いました。
それでは2月16日から28日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。